はい、石川正義です。今回はですね、サクッと作れて春を感じていただけるようなムースをね、作っていきたいと思います。構成としてはですね、マスカルポーネチーズのムースの上にいちごソースを流して少しね、軽い感じにして仕上げていきたいと思います。ではまずはマスカルポーネのムースを作っていきます。ゼラチンは水でふやかしておきます。マスカルポーネチーズを軽く練って塊がないようにしていきます。で、マスカルポーネチーズは買って開けたすぐの状態でもね、少しざらついているんですね。それを不用意に混ぜすぎるとチーズが分離してしまうので、塊がないことが確認できればそこでね、手を止めておきます。そこに砂糖を加えて軽く混ぜます。ひとまず砂糖が見えなくなればいいです。砂糖がね、混ざると少し分離しにくくなるんですけども、砂糖がマスカルポーネの中に溶けるにも少し時間がかかるので、とりあえず混ぜたら置いておきます。では牛乳の一部、この配合でだいたい大さじ3杯程度をふやかしたゼラチンに加えて、それを温めてゼラチンをね、溶かしておきます。後で冷たいチーズにゼラチンを加えた時に、チーズの中でゼラチンだけが固まらないようにするために、ゼラチンに牛乳を加えて少しね、伸ばしておきます。では残りの冷たいままの牛乳を3回程度に分けてマスカルポーネに加えていきます。この時も牛乳が混ざってすぐは柔らかいんですけども、手を止めずに混ぜ続けているとだんだんとね、硬くなっていって最終的には分離してしまうので、牛乳が混ざってマスカルポーネのダマがなければその状態でいいので手を止めておきます。では生クリームを泡立てていきます。今回は 35% で軽い生クリームを使って口どけもね、軽くしていきます。柔らかい状態でチーズと混ぜるので、泡立てていってそれを持ち上げるとなんとなく角が立とうとしているのかなって感じまで泡立てていきます。これくらいの柔らかさですね。これでパーツの準備ができたのでムースを合わせていきます。まずはチーズにゼラチンと牛乳を一緒に溶かしたものを加えていきます。これは35度程度の温度があれば大丈夫です。このゼラチンの液体の混ぜ残しがあるとそこだけ固く固まってしまうので、混ぜ残しに注意しながら混ぜていきます。ではそれが混ざったら、それを生クリームの方に加えて大きく混ぜていきます。チーズの液体が下に向かっていくので、そこから上に向かって混ぜていきます。途中で周りについているクリームもゴムベラで取りながら混ぜていきます。白いものと白いものを混ぜるので少しね、分かりにくいんですけども、ヘラをすくった時のムースがきれいに混ざっている状態になるまで混ぜていきます。
これを混ぜすぎると生クリームに含まれている空気が抜けてしまうので、できるだけ少ない手数で混ぜていきます。ではムースができたので、これを絞り袋に詰めたらカップに流していきます。今回は 210ml のカップに 90g ずつ流していきます。流せたら軽くテーブルなどでトントンとして表面を平らにして冷蔵庫で冷やし固めておきます。このムースは冷蔵庫で 2,3 時間程度冷やせば固まると思いますので、その間にいちごのソースを作っていきます。まずはこれもゼラチンをふやかしておきます。ソースなのでゼラチンはなくてもいいんですけども、少しとろみを持たせてあげた方がムースとの馴染みが良くなるのでゼラチンを入れています。では次にいちごをキューブ状に切っていきます。今回はスーパーなどによく売っている冷凍のいちごを使って作っていきます。冷凍したいちごは中にある水分が冷凍することで膨張して細胞膜が破れているので、ソースなどを作るときには最適なんですよね。ではカットできたいちごを鍋に入れて砂糖を加えたら火にかけていきます。砂糖が全体に馴染むように混ぜてあげたら、そのまま弱めの中火程度の火で加熱していきます。少しすると果汁が染み出てきます。そしたら砂糖が溶けるように軽く混ぜるのを途中で数回しながら加熱していきます。で混ぜるときにいちごの果肉を潰さないように優しく混ぜるようにしていきます。では全体が沸騰したら火を止めて、ふやかしておいたゼラチンを加えて溶かしていきます。ではゼラチンが溶けたら味をくっきりさせるためのレモン汁と香りをよく華やかにするためにグランマルニエを加えていきます。お酒はキルシュだったりコアントローだったり香りの良いお好きなものに変えていただいても大丈夫です。で僕のおすすめはやっぱりグランマルニエですね。いちごとの相性が抜群ですね。ではこのソースも冷たく冷やしておきます。ではムースも固まってソースもしっかりと冷えたら盛り付けていきましょう。ソースも少しとろみがついていい感じですね。ソースは1つにつき 80g 流していきます。出来上がりですね。めっちゃ簡単。はい、ではいただきます。うわ、これやば。爽やか。マスカルポーネのミルキーさもあるんですけど、いちごソースのフレッシュ感が半端ないですね。
いちごミルク食べるときは少し手間はかかりますけど、これでもいいかもしれないですね。クリームチーズに置き換えてもこれは作れるんですけど、クリームチーズだとクリームチーズの酸味も乗ってきますし、ミルキーさがねここまで出ないんですよね。マスカルポーネのねミルキー感ほんと大好き。めっちゃうまい。今回いちごは冷凍いちごを使ったんですけども、冷凍とは思えないくらいねフレッシュ感がねあるんですね。マスカルポーネチーズや生クリームもしっかり使っているのに、とてもね口当たりが軽くて、まさに春のデザートって感じがしますね。これはいいな。はい、ごちそうさまでした。今回気軽に作れるような形でムースをご紹介したんですけども、本当に生地もいらないですし、型もいらないカジュアルなものになっています。で、それで得られる満足感がかなり高いものになっているので、ぜひね作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。